どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になったバイド機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 87BX2 プラトニックラブですね。プラトニックラブはバイドの性質を知るために開発された実験機という設定のようですが、なぜかフォースや波動砲による攻撃は全てハート型になっている機体で、機体のデザインも上から見るとハート型になっていますね。搭載されている I のフォースはフォースの中にあるハートが鼓動するように動いています。ハートを檻の中に閉じ込めているようなデザインにも見えるため、研究者のバイドに対する行き過ぎた興味が行き着いた結果の表現だとすれば、なかなか狂気じみたデザインにも見えてきますね。赤のハートアタックは2つのハート型のレーザーが波打つような軌道を描き、クロスしながら飛んでいきます。一定間隔でレーザーが発射されますが、発射の間隔が狭いため、あまり途切れることなく攻撃を行うことが可能になっており、プラトニックラブで最も扱いやすいレーザーだと思います。波打つ軌道のレーザーはバイドの盾になる部分を避けて攻撃できるメリットもありますが、壁際では発射直後に地形にぶつかってレーザーが消えてしまうため、あまり地面や天井には近づきすぎないように注意してくださいね。青のハートブレイクはハート型のレーザーが斜めに発射されますが、一定距離進むと大きく円を描くような軌道になっており、この2つの円を描く軌道のラインは非常に高い殲滅能力を持っています。画面の端とレーザーの軌道で二等辺三角形を作るようなイメージで位置取りを行うと、バイドに何もさせずに殲滅することができるため、画面の左右から物量で攻めてこられるような場面にはめっぽう強いですが、一発の破壊力は高くないため過信は禁物ですね。耐久力のあるバイドに対しては接近して戦うか波動砲に頼るなど、ある程度工夫して戦った方がいいと思います。黄色のハートビートはやや角度をつけて上下にハート型のレーザーを発射します。途中で1回転するのはハートブレイクと同じですが、回転の大きさはだいぶ小さめになっていますね。バイドに接近して攻撃しなければいけない割に一発の破壊力も低く、攻撃の角度が広がりすぎていて殲滅能力もないため、使うメリットをあまり感じられない性能になっており、この性能ならハートブレイクを使用した方がいいと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、フォースを中心にハート型の波動を発生する仕様になっており、薄い壁なら貫通してダメージを与えることが可能になっています。単体に対する瞬間火力と攻撃範囲の狭さという問題点はありますが、攻撃範囲内の複数のバイドに対する殲滅能力は圧倒的で、フォースの誘導さえしくじらなければ R タイパー3のウロボロスも完封できる性能を持っています。持続型や爆発型の波動砲であれば一時的に投げ払うことはもちろん可能ですが、バイドが密集していて耐久力がそれほど高くないといった特定の条件を満たした場合の継続的な特定範囲の殲滅能力という点においては最強クラスの装備だと思います。ミサイルは目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイルの2種類から選ぶことができます。装備するのはどちらでも構いませんが、どちらかというと目玉誘爆ミサイルの方が相性がいいかもしれませんね。搭載されているラブサイン波動砲はハート型の波動砲を発射しますが、1段階目のチャージではまっすぐ進んでいくだけになっていて、2段階目のチャージが完了した状態ではハート型の軌道を描いて飛んでいくようになっており、着弾点ではハートが弾けて周囲に降り注ぐ仕様になっています。発射地点を調整すれば背後に回り込むようにして攻撃することも可能になっており、追尾型とは違った意味で応用の効く使い方ができるのが魅力だと思います。この弾けた後のハートも含めて全て命中させることができれば、波動砲の中でもトップクラスの破壊力を持っていますが、体積が大きく自分から当たりに行ってくれるようなボスに限られるため、全てのボスに対して最大火力をぶち込める仕様にはなっていませんね。使いこなすことができれば最強クラスの破壊力と高い状況対応能力を持った優秀な波動砲だと思います。プラトニックラブは高い破壊力を持った波動砲と一発の破壊力は低くても高い範囲制圧能力を持ったフォースによる攻撃が可能な機体ですが、機体のデザインとミサイルを除く全ての攻撃がハート型になっている個性的な機体となっており、これが研究者のバイドに対する執着を表現しているのだとすれば、研究者たちの精神状態もかなりヤバいところまで行ってしまっているのを感じますよね。過剰なまでのバイドに対する執着によって加速していく狂気がこの後のバイド機体の開発にどのような影響を与えていくのかが楽しみなところですが、まずはプラトニックラブを開発して遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。